どうも、大輝です。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は新型 MacBook Pro がですね、正式に発表しましたので、MacBook Pro のこの進化点についてね、全て余すことなくお話ししたいと思います。僕もこのですね M1MacBook Air をね、使っているんですけども、基本的には金がね結構満足はしてるんですけども、やっぱりねまだまだ動画編集とかスペック不足感じてますので、スペックね高いものが欲しいなと思ってました。そんな中ですね、今回そのいろんな意味でモンスター級の MacBook が誕生しましたので、こちらの進化点っていうのを全てね余すことなくねお伝えしたいかと思います。でまた発表会では触れられなかったんですけども、ここはちょっと残念かなっていう点ですよね。ここはちょっとなんか気になるかなっていう点を、3つほどですね最後にお話ししたいかと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。でまずはですね M1 Pro、M1 Max チップというなんと2つのチップがですね今回の発表会では発表されました。これはちょっとねびっくりしたんですが、 M1 Pro というものがですねまず登場しまして、こちらが M1 チップベースにはなるんですが、こちら強化された標準のチップですね。CPU 人間にあたるこれ脳みそになるんですけども、そちらのコア数が最大で10コアで、グラフィック性能 GPU がですね最大で16コアになります。でメモリがですね 32GB のユニファイドメモリになりまして、最大で 200GB の毎秒 200GB のメモリの帯域幅ということになっております。このメモリの帯域幅っていうのは、要するにこの幅が広いと一般的にはですねデータの転送速度が速くなると言われているので、転送速度が速いっていうね意味でいいと思いますね。この転送速度がですね大体 M1 の3倍というふうに言ってましたので、つまりデータ転送速くなるので、処理速度とかにも結構影響してくるんじゃないかなと思いますね。でもう一つがM1Max なんですけども、こちらはですね CPU は同じ10コアなんですけども、 GPU が最大で32コアですね、倍。メモリもですね最大で 64GB まで選択できるようになりました。さっき言ったメモリの帯域幅もですね M1 Pro の倍の毎秒 400GB パーセカンドまで対応。なのでこれ M1 と比べて約6倍ということで、これは相当なかなかねやばいんじゃないかなと思いますね。今回のチップのね特徴としてはワット数ですね。電力そのあたりの性能が非常にやっぱ高いという点ですね。ここはやっぱり Apple かなりね重点を置いてるみたいでですね、つまり少ない電力で、要するにバッテリー消費が少ないんだけども高いパフォーマンスを出せるっていう点ですね。ここはやっぱり M1 から引き継がれてるんですけども、ただ M1 以上にさらに際立ってるんじゃないかというところで、例えば同じような、CPU が8コアのパソコンとかに比べてですね、同じ電力でだいたい 1.7 倍の性能が出せるようなことだったりですね、あとGPU グラフィック性能に関してもパワフルなねパソコンとかよりも70% 電力消費を抑えれるんだけども、同じ性能は出せるっていう風なね Apple は言い方をしていましたね。一応後ほどね詳しくですね性能についてはもうちょっと具体的に話が出てきたので、そちらお話ししたいかなと思います。でまずね今回の大きな変更点としてはやっぱりデザインの大幅な刷新ですね。なので2016年以来5年ぶりの大幅アップデートになります。まずやっぱ画面のベゼルですね、黒い部分がリーク通りですねかなりやっぱ狭まってすっきりした印象になりました。本体自体は思ったよりちょっとね丸みを帯びたデザインではあったんですけども、またちょっと思ったよりもなんか厚いのかな、もうちょっとなんかねすぐ細くなるのかなと思ったりはしたんですが、今回なんで14インチと16インチの2つのモデルになってますね。厚みが16インチの方が 16.8mm で重さが 2.1kg で、14インチが 15.5mm の 1.6kg と少しちょっと重たくなってますね。厚さはほとんど変わってないんですけども、ただこの画面側のこの細さっていうね Mac でいうこっち側の細さはかなり細くなってるように見えますね。今回ね裏側にですねMacBook Pro というね印字がされてまして、でこの内部に熱を逃がすファンが2つ入ってますね。ゆっくり回しても50% 多くの空気をね取り込めるような構造になっているので、熱とか逃がしやすくなってるんじゃないかなと思いますね。ただ実際はそんなにねファンが回る機会っていうのは割と少なかったりするんですけども、あとキーボードも変わりましてフルサイズのキーボードになりましたね。はい、基本的にマジックキーボードと同じものになると思うんですけども、タッチバーは今回ね、なくなりまして、ファンクションキーがこれ物理キーになりましたね。一番上のボタンですね。これは換気なんですけどね。はい、あとキーボード周りも結構全体が黒いようなねデザインになりました。そして接続端子も一気にこれね、全部搭載されましたね。で現在のモデルは、USB-C のみのね、ポート端子だったんですけども、今回の新型、MacBook Pro では右側に HDMI ポート、あと USB-C、サンダーボルト対応のものと、
はい。で、今回、SD カードスロットを置きましたね。で、どうやらこれ UHS-2 っていう読み込み速度の速い規格のものにどうやら対応しているというのことです。で、左側には、イヤホンジャックですね。で、そして USB-C のこちらもサンダーボルトを対応したものが2つ。そして、磁石でくっつけるマグセーフ充電器。こちら、復活いたしましたね。はい。噂通り来ましたね。とはいえ、もちろん今まで通りですね、USB-C での充電も可能とのことです。で、外部ディスプレイもですね、M1 のプロ搭載モデルだとですね、最大2台別のディスプレイで最大 6K の解像度の 60Hz までになりますが対応しました。まあ、ちょっと 120Hz まで、ね、対応してほしかったなって思うとこあるんですけども、で M1MAX のモデルだと M1MAX チップ搭載モデルだと最大3台の外部ディスプレイですね。で 6K 解像度っていうのはね一緒なんですけども、残りの1台は最大で 4K までになってます。なのでやっぱ3台のディスプレイもし映したいとかなったら、まあ、M1MAX の方がいいのかなと。はい。まあ、2台でまあ十分だと思うんですけども、で今回さらにかなり変わったのがディスプレイですね。画面の品質が非常に変わっております。まあ、Apple が言うには世界で最高のノートブックのね画面だとディスプレイだというふうに言ってましたが、まあ確かにまあそうかもしれないっていうところなんですけども、これ横幅のまずベゼルですね。この黒い部分がですね 24% 非常にこう薄くねなってます。見ていただければわかるんですが、画面の上幅も 60% これ薄くなったというところで、まあかなりスッキリ見えますが、これカメラがあるのでまさかのねこのリーク通りですねiPhone のまあノッチみたいなね見た目になりましたと。まあちょっとこの見た目は賛否両論あるみたいなんですが、ただメニューバーには一応こう邪魔にならないね配置っていう風にMacOS の方では最適化されているということなので、あとまあダークモードとかね、まあ暗めのちょっと画面とかで使えばまあそんなにね、まあ、iPhone 使ってても思うんですけど、そこまでまあ気にならないんじゃないかなとは思ってますけども、そしてなんとね MacBook Pro もなんと iPhone 13 Pro と同様にですね 120Hz のプロモーションディスプレイ、こちら対応しました。なんで1秒間に120回ね画面がこう書き換わる仕様になるので、結構こう滑らかにまあ動画とかね映像とかが見えるようになりますね。またリフレッシュレートの一応固定もねできてですね、48Hz からまあ大体 60Hz とかまでは、例えばまあ動画の編集する時とかはですねリフレッシュレート固定してやるとかもできるということですね。でまたついにミニ LED こちら対応しましたね。正式名称はリキッドレティナ XDR ディスプレイというものなんですけども、これなんではプロディスプレイ XDR っていうですねいわゆるもう貴族が使うようなね画面ですね。めちゃめちゃかっこいい画面あるんですけども、それと同じものになります。で今年のiPad Pro の 12.9 インチこれ M1 チップ搭載されたものにも同じもの搭載されたんですけども、それと同じものではあるんですが、今回 MacBook Pro の方がさらにこう画面側ね薄くなってるということで、これなかなかすごいなと思いました。やっぱり MacBook Pro とかにやっぱり最適化して作られてるっていうことと、小さい LED が非常にこう細かくね、まあ、ローカルディミンズゾーンとか言うんですけども、まあ、非常にこう綺麗で配置されてるので非常に明るくてね、見やすいんじゃないかなと。最大輝度も1002とあるっていうことなので楽しみだなっていうところなんですけども、やっぱ動画とか映画見るのはもちろんですね、まあ、やっぱりデザインとか動画編集とか、まあ、そういった点ですよね。映画のなんか品質のチェックとかそういうのもやっぱ Mac とかですると思うんで、これはかなりね作業がはかどりそうな感じはします。はい、ただちょっとバッテリー持ちが心配な点はあるんですけどね。はい。まあ、それについてちょっと後ほどねお話ししますね。インカメラとか音質ですね、音回りももちろんアップデート、されております。でようやく1080p の解像度のインカメラこちら対応しました。まあテレワークとね最近やっぱ多いと思うので F 値ですね 2.0 になったりとか、大きいセンサーがね画像のセンサー入ったので、まあ暗闇でもまあ2倍のパフォーマンスということで、まあ暗闇ではできるだけこう明るくまあ綺麗に映るんじゃないかなと思います。あとオーディオシステムについてもね結構進化してまして、スタジオ品質のマイクですね、こちらが進化してノイズを最大で 60% 下げるような仕様になっているということですね。これはちょっとまあ使ってみたいなと思いますけどね、オンライン会議とかねそういう時に非常に役立つと思うんですけど、あとそしてねスピーカーがなんと6つ今回搭載されております。6個ですね。でそして音のこの振動板っていうのがね、なんか大きくなったらしくて、可動域もね、こう広く、まあよくこう振動するし動きも多いっていうところで、2倍のどうやら空気を動かせるようになったってことなので、まあ、よりこう迫力ある音がね MacBook で楽しめるんじゃないかなと。まあ今のインテル版の16インチとかでもなかなか音は良かったりするんですけど、まあそれ以上にもしかしたらいいのかなっていう感じですね。僕もちょっと M1 モデルと比較したいかなというところであります。そして空間オーディオもねどうやらこれ対
対応して、これ音が 3D 的になんかこう音にこうなんていうか包み込まれるような体験が、この MacBook でも普通に出てくる音でね、イヤホンとかつけるんじゃなくて、つけなくてもそういう体験ができるということですね。これちょっと試してみたいんですけども、しかもこのオーディオシステムはね、16インチっていうのはもちろんなんですけど、14インチもこれどうやらね、共通して聞けるということで、これは嬉しいね、仕様ですね。今回は気になるですね、やっぱ性能、このパフォーマンス、なかなか怪物じゃないかと言われてるんですけども、こちらについてね、ちょっとお話ししていきたいと思います。結論から言うとなかなかやばいっていうね、感じなんですけども、いろんな意味で。まず14インチについてはですね、Core i9 の Pro の13インチ、こちらに比べてですね、最大で 3.7 倍 CPU 性能が、要するにパフォーマンスがですね、高速になるということでですね、3.7 倍ってすごいですね。はい。これなんで、比較対象がやっぱこれ大事なんですけど、こういったものって。今回の場合、インテル版ではあるんですけども、最強の要するにフルスペックの14インチのモデル、M1Max とかかなと、32GB のメモリで 4TB の SSD、要するに容量を装備した2.3GHz のクワッドコアのインテル Core i7 を搭載した13インチプロなので、フルフルの一応インテル版のやつですね。インテル版と比較してもですね、3.7 倍、ね、フルスペックモデル同士とはいえ、でもそんぐらい違うのって結構ね、なかなかやばいなっていうところで、M1Max 相当やばいんじゃないかなっていうね、ところは思いますね。はい。で、さらにもっとやばいのはですね、この GPU 性能。グラフィック性能で動画編集とかね、画像編集とか 3D こうなんかレンダリングしたりとか、そういったものを使う時ですけれども、ここに関しては、Core i7 の、さっき同じですね、プロ13インチと、比較して、M1 Pro チップ、M1 Pro だと最大で9倍、M1 Max だと最大で、13倍、とのことですね。もうなんかちょっと大きすぎてよくわかんないんですけども、これも同じで比較対象はさっきと同じですね。インテルアイリスプラスってやつかな、確か。それにしてもちょっとやばいですけどね、このそんなに速いのみたいな感じなんですけど、ちょっと M1 とのね比較はなかったんですけども、 CPU とか普段のね、作業自体は多少速くは感じるぐらいかなっていうところであるんですけども、軽い作業の中だとそんなに変わんないんじゃないかなっていうところもありますが、これ GPU とかに関しては M1 がやっぱここら辺弱いので、かなり楽しみというかやばそうだなっていうね、 M1 と比べても結構差が出そうだなっていう気がします。ぜひここら辺をね、僕の今使って M1MacBook Air とね比較したいと思いますので、気になる方はぜひ今のうちにチャンネル登録お願いします。はい、頑張って今1万人目指しておりますので、16インチに関してはですね、CPU のパフォーマンスが Core i9 搭載したプロの16インチ、以前のモデルですね。2019年モデルと比べて最大で2倍ですね、パフォーマンス。で、下手したらこれなんで作業時間が半分になるかもっていうところですよね。はい、で、GPU に関しては Radeon Pro の 5600M っていうものを搭載したプロ16インチよりも M1 Pro チップの方が最大で 2.5 倍。で、M1 Max で最大の4倍高速になるということですね。これかなりやばいそうだけどね。ラディオンプロ 5600M っていうやつなんですけども、これでもメタルスコアっていうものがね、測れるんですけども、性能数値化できるものですね。ギークベンチスコアっていうのがあるんですが、これが大体4番ぐらいあるんですよ。で、これ単純にじゃあ 2.5 倍とかにすると、10万スコアぐらいになるんで、単純にこうなると普通にMac Pro とかぐらいの性能になっちゃうんですよね。Mac Pro は一番スペックの今最強の Mac ですね。4倍とかになるともしかしたらこの Mac Pro をね全然超えてくる可能性っていうのは十分にあるかなというところで、なんで M1Max とかになると本当にここまでいっちゃうと本当に比較するものが本当上にあるね、GPU 性能のものがもうほとんどないんで、相手がいないレベルになっちゃうのでやばいんじゃないかなとちょっと思ってますね。なんで分かりやすく言うと持ち運べる Mac Pro みたいな感じになるかもしれないです。はい。ここら辺もちょっとね、数値とかはね、僕も実際購入して測ってみたいかなと思いますけども、出てくると思うんですね、今後。14とこの16インチの一応性能の違いに関してはもうほとんどないんじゃないかなと思いますね。そもそも中身のチップ自体は、今までやっぱインテルね、Core i7 とか9で違ってたんですけども、今回はチップの中身自体が一緒なので、違うのは多分画面の大きさとバッテリーの持ちとかなのかなっていう。はい、あと本体、一応16インチ大きいので、音とか迫力はもしかしたらあるかもしれないんですけども、で、今回言ったメモリもね、今まで M1 モデルでは 16GB だったのが、最大でユニファイドメモリが 64GB まで選択できるようになりましたと。ただしこれ M1Max にしないとですね、64GB は選べないという仕様になってます。はい、一応なんかファイナルカットの 4K でプロレゾビデオであれば最大でなんか30本の編集ができるっていうなんか言ってましたね。これ多分同時でいけるって意味なんだと思うんですけども、そんなにやんねえよと思うんだけど、すげえなと思ってユニファイドメモリー。はい。あとSSD ですね、自体も高速化してまして、いわゆるそのデータの読み込み速度
になるんですけども、毎秒なんで 7.4GB の読み込み速度ですね。なので前の世代、おそらくインテル版とかの2倍以上のスピードになっているということですね。っていうふうにアップル言ってました。大体なんか PS5 とかとなんか同じとか、なんかどっかで見たんですけど、すみません。違ってたらすいません。はい。これも結構地味に嬉しいですかね。4K とか特に扱う人とかデータが結構重かったりするんで、あとはバッテリー性能についてですね、一応いい点で言えばですね、電源につないでない状態でも、電力消費が少なくパフォーマンス高く出せるっていうのがあるので、パフォーマンス落ちないっていう感じですね。ここは非常にいいんじゃないかなと。結構ハイエンドの Windows PC とかだと、充電ね、してない状態、プラグを挿してない状態だと、パフォーマンスが落ちるっていう傾向が結構あったりするので、はい、そういったのはないと。はい、で、バッテリー自体は一応14インチが最大でですね、17時間のビデオ再生で、16インチが21時間のビデオ再生になってます。ここだけ見るとね、非常によくは見えるんですけども、ただ実はちょっと思ったよりはバッテリー持ちは良くないかもしれないっていうね、点も見えますので、これ編集ちょっとね、後ほどお話ししますね。で、嬉しい機能としてはですね、ただ30分で、最大で 50% まで充電ができる。要するに高速充電に対応したってことですね。ここはなんかちょっと iPhone みたいな感じで、スマホみたいな感じになったので、ここは例えば充電忘れてても30分充電すれば半分ぐらいには達すってことなんで、ここはなかなかいいんじゃないかなと思いましたね。ということで、ここからはですね、ちょっと新型、今回 MacBook Pro の仕様とか見た上ですけども、そこで気になった点をちょっと3つほどお話ししたいと思うんですが、まず1つ目気になったのは本体の重さですね。もしかしたら薄くてね、軽くなるかもっていう、結構リークとかあったりはしてたんですが、本体自体は実際はプロの例えば13インチとかと比べると14インチがですね 200g 重くなってますね。 1.6kg なので、16インチも一応 100g 増えてはいるので、ちょっとずんぐりむっくりな感じにはなってるっていうところですね。はい、で本体サイズに関しては、若干ちょっと大きくはなってるんですけども、そこまで、大きく、変わらないので、大丈夫かなと、ちょっと実際持ってみないと分かんないところではあるんですけども、はい、で本体の厚さ自体もほぼ同じではありますね。ちょっとなんで重さが増えたって感じですね。でこの辺りのちょっと使用感とかもね、実際ちょっと届いたらね、比較してみたいかなと思いますね。結構エアーとかと比べたらちょっと重く感じるとは思うんですけども、2つ目ちょっと気になったのですね、先ほどお話ししたバッテリー性能なんですよね。これも結構良くなるんじゃないかと思ってたんですが、実際ね、ちょっとどうなのかなっていう、実際ちょっとどうなのかなっていう点がありまして、M1 Pro ですね。M1 の MacBook Pro 13インチと比べると、ビデオ再生自体は14インチもさっきみたいに17時間っていう風にね、使えるんですけども、ワイヤレスインターネットになると11時間という風にね、結構落ちちゃうんですよね。M1 Air と比べても、4時間少ない。M1 Air がだいたい15時間っていう表示になっているので、ここはちょっと気になったかなっていうところですよね。おそらくその電力消費を抑えるですね、高効率コアっていうものが、M1 の場合は4個は4つあったんですけども、これが今、プロのモデルは2つ2個は、その分性能がガーンって上がってるわけではあるんですが、あとはやっぱ画面の違いですね。ミニ LED 搭載だったりとか、さっき言った 120Hz のプロモーション、やっぱ 120Hz は滑らかでいいんですけども、電力消費がやっぱちょっと多いっていうね、デメリットもあるので、あとは画面自体の輝度も高くね、明るくしてるんで、やっぱり消費も増えてんのかなとか、思ったりはしたんですけども、ちょっと正直この辺ちょっと使ってみないと何とも言えないので、この辺もちょっと M1 とかとね、エアとかと比較したいかなとは思ってます。はい。で、最後3つ目、気になるのはですね、この価格と構成の部分。スペックの部分なんですけども、一番ね、今回安いモデルでもですね、14インチで、だいたい約24万円ぐらい、税込みで、で、多少本当スペックとかをちょっと持っていくとですね、簡単に30万とか40万、いっちゃいますね。下手したら50万ぐらい全然いきます。はい。しかもチップの構成選ぶのがですね、特にちょっと14インチは、難しいというか、なんか違いがね、正直、分かりづらいっていうね、点がありますね。僕は、一旦ですね、僕が購入したのは、発売日にね、届くっていうね、ことで、一旦最安スペックをね、購入したんですけども、8コアのモデルですね、CPU が。で、その後、一応本来欲しいモデル、その後ちょっとそちらのねモデル試してみて、本来は一応 M1MAX でもりもりどうしようかな、 M1MAX のチップ、一番、14インチで M1MAX の一番いいやつかその前のやつぐらいで、GPU32 か24ぐらいで、メモリは32GB ぐらいでいいかなっていうところと、でストレージは1テラか2TB ぐらい、その辺にしようかなと思ってます。動画編集とかもしするんであればね、1テラぐらいは欲しいかなっていう感じなので、
はい。まあちょっとこれも実際使ってみないとね、なんともこのどこまで違うのかっていうね、わからないところではあるので、まあいろいろ他のね、方のレビューとかも出てきたりすると思うんで、はい。まあちょっと無理に急いで、まあそんな買う必要もないのかなと思いますので、そこにちょっと待ってみるのも全然いいと思います。で、僕ももちろんね、新型 MacBook Pro レビューしたいと思いますので、発売日の方にね、よかったらチャンネル登録して、よかったらね、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。ということで、こちらの動画ね、少しでも役に立ったなと思った方は、ぜひね、高評価だったり、通知ベル、押してもらえればと思います。製品とかのね、セール情報とかも流してますので、こちらはぜひね、見逃さないように通知ベルもオンにしてみてください。はい。あと、Twitter もやってるので、フォローをね、お願いいたします。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。いや、なかなかね、面白かったですね。発表会自体は夜中までね、本当に大変だったけど。まあいいとこもあるけど、なかなかちょっと残念な点もあるからね。ちょっとなんとも実際使ってみてね、レビューしたいね。